ということで今日引っ越すんですけど、7月1日で雨が降ってますね。で前回同様台車で、自分で歩いて引っ越そうと思うんですけど、前回荷造りが13分かかったので、今回も前回同様にこう時間を計りながら荷物を詰めていったりとか、あとですね、この家ちょうど1年5ヶ月住みました。でその間1回もルームツアーとかをしてこなかったので、引っ越し前この部屋の最終形態をルームツアーという形で皆さんに先にお見せしてから引っ越しをしていきたいと思います。ということで引っ越し前最後のルームツアーです。でまず一番最初、このプロジェクターで時計を投影してます。スマホゲームで人気のスイカゲームなんですけど、元はこのプロジェクターに入ってたアプリが発祥っていうので、そのまんまこっちに行くと書斎ですね。出窓をそのまんまテーブルにしていて、でこんな感じで MacBook と、あとさっきのプロジェクターのリモコンだったりとか、あとこれは間接照明兼スピーカーですね。あれとつながって音が出るんですけども、で実はですね、この出窓の机の部分も DIY してます。もともとは茶色い床の部屋だったんですけども、そのまま椅子を紹介しようと思うんですが、これスタッキングスツールですね。4本足のスタッキングスツールで、こんな感じで重ねておけば椅子の高さを調整できて、臨機応変に来客の時はこう分解して数を増やしたりとか、あとはこんな感じで飲み物を置いてサイドテーブルにしたり、こう脚立として使ったり、引っ越しの時これ取り外すので、使わない時はこうやって重ねておけば小スペースコンパクトで、そのまんまあれはソファーベッド、これなんと半分に小さく畳めます。で当然ソファーベッドだからこう、来客の時はこうやって背もたれつけて背もたれ寝かしてベッドとして使ったりとか、足で浮いてることでお掃除ロボットが下を通過できて掃除もしやすいので、あと地味に便利なのがこれ、なんとソファー下に収納がついてます。もともとこの黒のアイアンフレームが入ってるんですけども、収納しようと思えばできるっていうので、ただ僕は何も収納しておりません。でそのまんまですね、実はあそこに間接照明があります。ここ何にもないように見えて、ここにですね、間接照明と、あと巻き取り式の充電ケーブルがあったりとかで、これ中華製 Amazon で買った3000円くらいの照明なんですけども、これね、唯一無二、なんとここにバッテリー内蔵でケーブルいらずで光ります。でしかも小さく畳めてコンパクトっていうので、それを充電するようにこういう薄型のアンカーで買った AC アダプターとか、巻き取り式の充電ケーブルをつけております。僕ケーブル配線アレルギーなんで、基本的にケーブルあんま見せたくないっていうので、使わない時はこう畳めてコンパクト。ちなみにさっきからちらちら映ってるこれはデジタル掛け軸っていう、デジタルアートのアプリで、このアラジン X の中に入っているアプリですね。で我が家のインテリアのコンセプトはアトリエ、美術館とかアトリエ行くと意外と物が少なくて、でこう絵が際立つように、もう本当に殺風景だけど絵が少数飾ってあるみたいな、なんかこうミニマリストの部屋ってこうアトリエ美術館みたいだなと思ってて、こう減らせば減らすほど自分の大事な作品、強調させたいものがより強調されるっていうので、逆方向から見るとこんな感じで、あっちの方が引っ越し前のゴミ出しとかで散らかってますが、お掃除ロボット、世界最小サイズの K10 プラスっていう、これスイッチボットのお掃除ロボットですね。要はこのダストボックスがついてる充電器の中では世界最小サイズっていうので、手のひらでも全然つかめますっていうような、ここにゴミが全部勝手に吸い込まれていくから、70日に1回メンテナンスすれば僕は一切手間がかからないという。で僕の部屋はルンバブルと呼ばれるような家具選びをしていてですね、どういうことかというと、これお掃除ロボットが通過できるようにソファー下浮いてるやつにしたりとか、あれもそうですね、ルンバとエイブルをかけてルンバブルっていうので、床中の掃除がもうあれ1個で完結するからルンバブルな部屋っていうことですね。続いてはリビングです。で上から順々に紹介していくんですけど、見てもらっての通りキッチンめっちゃ狭いです。一口コンロで、ここ何も幅ないし、基本的にそんなに僕自炊しないんですけど、調理器具が唯一あるのがここ、お茶碗とスプーン、
あと小さめのフルーツナイフ、僕金属嫌いなんでこういう真っ白いモノトーンの小さいフルーツナイフと、あとこれニトリで買ったこれ取っ手のつくフライパン、もう調理して取ってもうそのまんまこれから食べるみたいな、あと蓋と、でこれが唯一の調理器具になるかな。これがお一人様専用超高速弁当箱型炊飯器っていう、これ弁当箱なんですけどそのまんまケーブルつないで炊飯もできるよっていうので、炊飯して食べてそのまんま洗い物もできるしっていうので、プロテインシェイカー2つと割れないコップと歯磨き粉と、あと歯ブラシが2本、ここにそのまんま無印良品で買った吊るせるワイヤークリップにこれ拭く用の布巾が、あとこれクリーン水ですね、蛇口直結型の浄水器、これセブンイレブンで買ったハンドソープですね。これプロテインをこう包んだりとかで、ここがゴミ箱スペースになってます。あんまりゴミ箱置きたくないんで、この空間を使ってそのまんま袋入れてゴミ入れちゃえばいいじゃんっていうので、ここはサプリメントとか、そうですね、あとマウスピースしてるんで、それの矯正用の器具の週に1回取り替えていくんですけども、サプリメントの予備があって、我が家もここしか収納がないんで、この無印良品のこれちょっとあえて説明するように剥がしてないんですけど、この1/2ファイルボックスっていう、高さが半分のやつにすることで、表面からはほぼ見えないけど、そのまんまサプリ取り出せて便利っていうので、収納ってこんな風に奥の下に隠せば隠すほど取り出す時にこう蓋を取ってっていう手間が増えちゃって、で取り出しづらくなるっていうので、あんまり隠さない方がいいんですけども、ただ隠さないと生活感が出るっていうところで間を取って1/2。だからここにオリーブオイルと塩と、醤油とか、あとここにウエットティッシュとウタマロクリーナーっていう、家中お掃除これ1本、ミニマリスト御用達の万能クリーナーとか、こぶりついた時用の食器用洗剤と、下にこれキッチンペーパー、もらった箸と浄水器のフィルターとか、たまにしか使わないやつは下に置いてるっていう。でキッチン横のこれがなんかオール電化用の機械でね、こんな感じでなんか剥がせないシールとかがいっぱいあるんですけど、これマグネットで幸い貼り付くんでしてたりとか、こんな感じですね。なんか100均で買ったマグネットテープをこういうクリーナーとかにつけてペタペタ貼れるようにしたり、なんかマグネットで貼り付く系のものはここに全部貼ってますね。玄関です。でこの後引っ越しで使うこれ無印良品のシェアバッグです。150円で買っといて、でお店に返却すると150円返ってくるっていう、実質0円の無料エコバッグなんですけど、これで前回引っ越して、これマジで丈夫でデザインもシンプルでかつ丈夫なんで、これで引っ越しますと。で先にここから紹介しようかな。ここが水回り兼クローゼットになってて、でここにオールシーズン全10着なんですが、今8着しかないですね。なんかハンガーが余ってるんですけど、ちなみにこれはワンガーっていう一筆書きデザインのハンガーで、こんな感じでボトムスだけ吊るすこともできるし、セットアップもいけるよっていうので、ハンガーって基本トップス用ボトムス用とかでなんか分けるのめんどくさいから、もうこれ10本あればとりあえずトップスが減ってボトムスが減るみたいな数の違いができてもこれ1本で統一できるから便利で、今手元にある8着どんな服かっていうと、まずボトムスが2つですね。であと T シャツが、僕基本的に毎日同じ服を着るっていう生活してます。春夏秋冬ごとに決まったコーディネートだけを着るっていうので、これから続くシャツもそうなんですけども、例えばこれ春秋に着るこのシャツとか全く同じの2枚持っててっていう風に、片方洗濯してるうちにこっちを着て、で洗濯が終わったらまたこっちを着るみたいなローテーションが組めるので、基本的には T シャツもシャツもボトムスも2着全く同じものを買ってます。基本的に秋冬はこのシャツジャケットを着て、で冬で寒くなったらこのダウンベストをシャツジャケットの上から重ねてっていう風な感じでオールシーズン全部組んでますね。であとはここにですね、吊るす収納ケースっていうので、これ無印良品で両方とも買ったものなんですけど、ここに靴下とかパンツとかですね、ここに肌着系を全部突っ込んでます。でこれがバッグ用ハンガーで、ここにタオルをもう畳むのめんどいんで、基本洗濯が終わったらもう適当にこう2つ折りたたんで、もうあとはこうやってポンって
放り込むだけで、あともうミニマリストの定番なんですけど、我が家今日はバスタオルがありません。もうフェイスタオル4枚だけ。フェイスタオルの方が場所取らないし洗濯乾燥もしやすくて、ちなみにここをクローゼットにした理由としては、ドラム式洗濯乾燥機で洗ってそのまま吊るせるから洗濯かごはいらなくなるっていうので、突っ張り棒でクローゼットを作って、生活動線をコンパクトにするためにこの配置にしてますね。はい、ここにダイソンのヘアドライヤーをまたこんな感じで無印良品の吊るすワイヤークリップで吊るして、電源がそこにしかないんで、ここに引っ張るためにこれをコード伸ばしてここで髪を乾かすみたいな。ここのお風呂場1年5ヶ月住んで一度もお湯をためませんでした。基本的にスポーツジムの大浴場サウナを使うので、ここはもうシャワーしか使いません。でここに無印良品で買ったこのタオルがあるんですけど、ここにまた無印良品のこの吊るす水回りポーチを隠すためにかけてるっていう、ここでそのまんま拭いてってのできるし、そのまんま隠せるしっていうので、ここに爪切りと薬とマウスピース噛む用のゴムと目薬と、あとこれ最近買ったんですけど、これUSB-C で充電できるパナソニックのシェーバーですね。価格4000円くらいっていうので、しかも細い。でそのまんまあとここに輪っかがあるから体温計とか細長いものを入れてるんですけど、これねそのまんまポコンって差し込めるんで、自立するっていうので、すごいこれ便利。これもフリーター時代から使ってるんで、これ10年以上使ってますね、この水回りポーチ。我が家にあるもので一番歴史が長いもので、ここ開けると枕と寝袋、左から順にお薬ポーチ、ガジェットポーチ、任天堂スイッチポーチ、撮影機材カバン。もう僕毎週撮影で飛行機に乗って飛び回るから、ここに撮影機材とか全部入れてパッと取り出せるように、旅行カバン兼撮影機材がここに入ってる。あとはこんな感じで任天堂スイッチとか、あとこれ防災用カバンと普段使いのリュックですね。であとは玄関ですね。これエコバッグです。これ僕が開発したやつなんですけど、手ぶらエコバッグっていう、これマグネットでカパッと貼り付くのでここに置いてて、あとはこれさっきの傘ですね。シェア傘。これ僕所有のものではなくて、アイカサっていう、福岡東京にあるレンタル傘ですね。これ暗証番号が合わないと開きませんっていうので、あとこれ玄関のスマートロックですね。で開けるとここが家に帰ってきたらすぐ経費ぶち込む用のクリアファイルと、紙の書籍が少しと、あと書類ポーチ、プライベート用と法人会社用のクレジットカードが入ってたりとか、あと3色ボールペンとネームペンとハンコですね。印鑑を押す時にここから玄関でパッと押せるようにここに置いてたりとか、消火器、防災カバンで、玄関下はこんな感じですね。白の香水、あと自分で開発したミニマルデザインメガネ、これはサングラスですね。筋トレする用のサポーター、折りたたみ傘とサンダル、ガムテープ、マスクとか、あとお掃除ロボットのフィルターとか、あとはですね、ここ今から早速使うんですけど、オールインワンミニマル文房具セット、チームデミっていうやつと、あとこれもミニマル電動ドライバー、これは早速今から使います。ここもねちょっともう引っ越し前だからトイレットペーパーも全部使いってこれしかないんですけど、ちなみに最近買ってよかったトイレットペーパーがこれですね。これめちゃくちゃ長持ちするトイレットペーパーで、これ買ったのいつだろう。これもうマジで長持ちします。トイレットペーパーを買いに行く手間とか、何回も取り替える手間が減るんで、これ中にパイプが入ってないから、これ使い終わった後のこの中のパイプの処分もいらないし、めんどくさがりの人におすすめです。それと我が家ですね、こんな感じで白床 DIY してます。これ赤ちゃんの家とかにある柔らかいクッション性のジョイントマットを使ってますね。これでも十分、そんなにつなぎ目よーく見なければ気にならないですし、床に座っても痛くないし、冬場は暖かいし、値段も6畳7000円とか、僕この家14畳あるんですけど1万4000円くらいで全部白床張り替えられて、それこそ物を落とした時とかも物が壊れないしっていうので、やばいっていう感じで、やばいルームツアーとか撮影したらなんだかんだもう1時間以上経ったって、ちょっとやばい暗くなりそうっていうので、早速引っ越し始めます。スタート。ちなみにですね、これ僕1年5ヶ月間もう一切中掃除したりしてないんですけど、換気したりとか、多分これの上に物たくさん置いちゃったりすると湿気でかぶると思うんですけど、1年5ヶ月くらい物とか置いてても全然カビたりはしてないですね。ただへこみは激しいので次の家では使えないっていうので、
そんな急いではないんですけど、これを撤収するのにはまず12分で、続いてはですね、あれですね、白い幅木って言われるようなこんな感じでうわ20分過ぎた。ちなみにこれルームツアーで説明し忘れてたんですけど、これ目隠しシートってやつで我が家カーテンしてないので、これでフィルターをかけてるっていう感じですね。はい、という感じで20分かけて現状回復が終わりました。17時ぴったしになったら荷造りタイムアタックやっていこうと思います。いきます。前回13分を超えられるか。ゴー。よっしょい。これの分解がまず時間かかる。続いてこれです。間接照明。あと10分。細々したやつはこのシェアバッグに入れていきます。時間が惜しいので品目ごとの分別はしません。どうせ分別しなくても全部あるから。次こっち服もとりあえず全部適当に突っ込みます。はい、もうどうせ後で出すし。よし、完了。玄関完了。終わった終わった。終わる終わる。はい、やり方忘れてる。これどうやったっけ。終了終了終了。よし。熱い。という感じで時間が12分22秒。前回が13分1秒だったので、なんと約40秒時間を短縮できたということで、ミニマリスト荷造りオリンピック世界レコード更新です。12分22秒です。はい、っていう感じで荷物こんな感じですね。細々したものはもう全部この無印良品の白い袋に入れて、なので荷造り12分と、あと現状回復の20分入れても30分ちょっとくらいで引っ越しを開始できる状態になるっていう感じです。止んでる。ちょっと今雨が止んでるんでチャンスで、今回はですね、前回の反省点からこれを買いました。前こんな感じ積んでたら衝撃で何個か物が落ちて冷蔵庫壊したんで、十字に縛ったんでこれで間違いなく倒れません。という感じで運べるものは全部運ぼうということでリュックもして、引っ越ししてたら同じマンションの友達に会いました。今まで1年5ヶ月お世話になりました初陣です。めっちゃ見られます。すいませんはい、ありがとうございます。後ろから TikTok で見たことあるみたいなのも言われましたね。運ぶことよりも人目に耐えることの方が辛いです。1個目の鬼門です。なんと雨のせいで水たまりがやばい。大交差点です。いけるかこれ。いきます。今日一の難関を突破しました。っていうので第2陣行きます。はい、ということで帰りなんですけども、なんと雨が降ってます。第1陣を往復してきました。第2陣紐を60に巻いてます。雨降ってるんで傘が手放せません。今、これで引っ越しされてるんですか？あ、そうです。うわ、やっぱりそうだ。やっぱりそうだ。うわ、嬉しい。ちょっとありがとうございます。写真撮って。撮りましょう。俺めっちゃファンなんです。いいですか？はい、ぜひ撮りましょう。本も買った。これも撮った方がいいです。雨の中運んでたら視聴者さんに会いました。おめでとうございます。モザイクかけた方がいいですか？それとも。いや、もうかけなくていいですよ。ミニマリストになりたいと思ったんです。すごい。本当にこうやってやってるんですね。すごい。これも引っ越しですか？これも引っ越しです。また引っ越すんですか？はい。ちょっと1年おきくらいに引っ越す。確かに、いや、そうですよね。せっかく物しょっちゅう引っ越してますもんね。せっかく物少ないし。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございました。貴重な体験を。っていうので警護公園を追加してるんですけど、東京でいうスクランブル交差点に当たるとこなんですけど、道が整備されててマジでスイスイ進みます。しかも雨降ってて人目が少ないんで、ある意味ラッキーかもしれません。絶対普段だったら見られるのが嫌で通らないんですけど、都心部の通った方が上アーケードがあったりするんで、雨の日も濡れても大丈夫っていうので。
ました。第3往復目です。ということで洗濯機以外の荷物は運び終わりました。ということで戻ってきました。ラスト洗濯機を運びます。この日のために筋トレ頑張ってきたから。カメラマンとして呼んだリクトくんです。人気 YouTuber なんと登録者1万人ちょっとディスってあと恋愛リアリティショーアベマに出て振られましたっけ？はい、振られました。はい、見てみてください。全国に振られました。概要欄にリンク貼ってくれてて、はい、あとあれです。あと僕の片付け動画の編集をやってくれてます。あ、そうです。本当に僕人の力を一切借りて運ぶんで危なくなっても補助しないでください。ドラム式洗濯機って何キロあるか知ってます？何キロだ？2、30キロぐらいありますよね、絶対。もっとあります。80。そんなあるんだ。僕家に洗濯機ないんですよね。だから分かんないんですよね。ミニマリストだからね。そうなんですよ。ドラム式あれコインランドリーですよね。そうですそうです。コインランドリーですね。なんか家にあると間違いなく便利だから我が家置いてるんですけど、唯一の大型家具ね、そうですよね。引っ越しの瞬間だけコインランドリーにしてえなと思って。いやそうですよね。これどこ通るんです？これはケゴ公園。ケゴ公園。福岡県民しか分からん。ケゴ公園が一番いい。あ、一番いい。昨日ケゴ公園絶対通りたくないと思って。へえ。人がいっぱいいるから。まあそうですよね。なんかやからに絡まれそうだしみたいな言ってましたね。誕生日プレゼントみたいな感じになりましたね。前回夜だったけど今日はまあ昼なんですね。夜逃げってはい理にかなってるんだなと思います。確かに。意外と人通り少なくて通りやすいし、ん涼しいし、梅雨じゃなかったら絶対こんな時間にやらないんですよ。これもなんか修行みたいですね。修行ではあるけど、はいはいはい。本当に節約になってる。業者頼んだらね、修学旅行ホテル含めて福岡県民はこのスタイルで引っ越しみんなしてるんだろう。リアルに東京とかだったら、うん。坂道多いからできないと思う。確かに道が平坦だからできるんです。言います。あ、いや僕は持ってきてます。これ買うお金あったら業者頼んだら安い。確かにまあ台車もお金かかってましたね。2回使ってるんで。ちなみにこれヤマトの家財宅急便を使えばドラム式1個から運べるんですけど、同じ福岡県内だったら7740円で済みます。交通量が多いか。だから本当はこういう人混み通りたくないんですけど、うん都心部の方が道が整備されてるから通りやすい確かに確かに。で人目を避けて裏道通ろうとすると、今度道が整備されてないからガタガタする。あ32度って相当っすよ。疲れた。いや引っ越し完了。とりあえずどうぞ新居へお邪魔します。なんと最初からロールカーテンがあります。すごい。なるほど。でなんとはい。おーすごい。ライトがあります。おしゃれですね。なんかお部屋の中に洗濯機がある感じ、はい前の家みたいな感じ。そうそう広さは1平米ちょっと狭いんですけど、へえ。あ、狭いんだこれでも。ちょっと狭い。なんか収納1個もないんですよ。ああ確かに確かに。キッチンしかないんですうけど、んうんうん。もう押し入れとか一切なくて、この部屋一般的な家にあるあれがありません。あれがない。へえ。なんだろう。後でお見せするんで、はい考えておいてもらって。はい。なんか早速なんか右手に大きい鏡があるんですね。あ、はい。立ち鏡です。すごい。最初からついてます。うーん。という感じで無事荷物全部運び終わって時間を計りながら荷ほどきしつつ、この部屋のルームツアーもしようと思います。スタート。服かける場所がですね、ちょっと考えなきゃいけないけど、今が13分。これはちょっと買わなきゃな。あとはもうキッチン系かな、フライパンとか。よーし、
完成じゃないこれでストップ26分44秒ということで、すごいな、これ30分以内に終わらすのすごいですね。まあ正直ちょっとぐちゃぐちゃなところいっぱいありますけど、まあ一旦仮置きね、これは生活しながらも改善していくしかないので。そうですね。見てもらっての通り靴箱もないです。お風呂もないし、だから僕はもう基本スポーツジムの大浴場しか入らないんで、もうシャワーさえ浴びれば十分っていうので、僕結構この物件いいなと思った理由は風呂がなかったってことですね。逆にね。逆にお風呂があるってことはその分生活スペース減るじゃないですか。なんか使わないもののために家賃払うの嫌だしとか、その分掃除も楽なんで、ソファーの位置ちょっと変えていいですか。こうやってどうしようかなって考えた時が一番楽しい。楽しいですよね。はい、引っ越しの醍醐味。なんか前回の違いで言うと出窓がないじゃないですか。あ、そう。だからスツールの位置をどうするのかっていうのちょっと気になるかもしれないです。ありがとうございました。あと、片付け動画の編集お願いします。彼のおかげで動画上げられるんで、感謝。ほい。お世話になりました。あそこの窓にこの目隠しシートをつけていきます。ここで仕事できるの？おお、机変わんでいいよ。でも多分、視聴者の声だったら机変えよ。いやいや机買ったら狭いじゃん。これで済ますのがいいんだよ。この空間を有効活用するっていう天才的なこの間取りの使い方、全部ここで完結。やだあれでいい。ルームツアーを撮ってもらいました。なので大川祐介くんです。こんにちは。もう僕が見てる YouTuber さん、見てますから。もうすごいいつもインスパイアされてます。僕もね、ミニマリスト的な思考の持ち主でもあるので、最近なんかアップルの副社長とかと対談してたりとか。光栄なことに。僕アップル製品とかすごい好きだから、新製品が出るたびにいつもなんかアップルの会場に行ってカメラ中心ですけど。そうですね。一応動画クリエイターとして映像表現させていただいてて、そこから派生してなんかどういうふうにこの機材を使うのかだったり、どういうふうに編集するのかっていうのを YouTube に。なんでカメラ好きな人とかガジェット、アップル製品とか好きな人は絶対見た方がいい。この部屋を見て一番印象的だったものって何かあります？初の来客なんで。印象に残ったのどれもなんか調和されててね、ただ話を聞いていいなと思ったのはやっぱこれですよ。おお、このプロジェクターね。プロジェクターこれね、ほとんどのものははい想定できるじゃないですか。ああ、ちゃんと生活で使ってるなみたいな。想定できるんだけど、これはなかなか想定できなかった。ミニマリストのための。これいいでしょ。どう考えても。という感じで、この家に引っ越してきてから10日くらい経ったので、今どんな風になってるのかルームツアーをしようと思います。こちらが玄関ですね。あそこはちょっとこの家に来て使わなくなったものなので後ほど捨てるんですが、まあね、カバンが今3つ全部直置きになってます。撮影用カバン、防災カバン、チャンバラ道具が入ってるカバン、あと消火器とかで、最初はこれでホッチキスでこうやって賃貸でもつけれるよってやつ買ってかけようと思ったんですけど、ホッチキスが刺さりませんでした。スマートロックも取り付けました。そのまんまこっちに行くと、はい、シャワー、前回同様タオルをかけて、でここに無印良品のつるす水回りポーチをかけて隠してるっていうトイレです。特に語るもんないわ。でここがリビングですね。ここ立ち鏡、これ賃貸備え付けで最初からついてて、ここはマスキングテープで白く張り替え。僕人生で今まで一回も鏡置いたことも買ったこともなかったんですよね。なんでかっていうと、僕もう毎日同じ服を着るっていう生活やってるから、別に鏡見なくても普段立ち姿一緒だしなっていうので、必要性感じてなかったんですけど、部屋が広く見えるので、なんかそういう意味では鏡も悪くないなっていうのは思いましたね。でこっちがキッチンですね。突っ張り棒を使ってここにパソコン置いたりとか、ここで充電できるようにっていうので、パソコンをそのまんまこっちに持ってくればスタンディングデスクでこんな風に立ちながら作業したりとか、ここで座って作業したりとか、
ここで作って食べて、でここで洗うみたいな動線が全部ここで完結するので、せっかくなんか謎の壁があるんで、ちなみにここもマスキングテープで白く DIY しました。まだ引っ越して10日くらいなので、まだちょっとあそこら辺とかごちゃついてますけど、ざっくりこんな感じで生活していくと思います。ここが洗濯機周りなんですけど、この家に来て新しく買った家具がこのキャスター付きのハンガーラックですね。ここにもうオールシーズンの服全部吊るして、でここで洗濯して取り込んでここに直すっていうので、同じく動線がコンパクトなのでここに配置しました。でソファーベッドは引き続き使っていて、ちょっとね課題なのが、僕あんまりこの足の下に置きたくないんですよね。ここに収納とかできるんですけど、お掃除ロボットが通過できなくなっちゃうし、ない方がねかっこいいよねっていうので、ちょっとあそこの寝袋はなんかうまいこと収納できないかなっていうのはちょっと模索中で、ここで座面を上げられるので、賃貸備えてのロールスクリーンをこうやって下げると映画館のようになるっていうので、この向きにしてます。で昼間に投影したい時はここをくるって回せば、なんか 2way で使えて便利。とにかくこの家収納がありません。押し入れとか一切ないので、もう本当ミニマリストじゃないとどんどん物が溢れていくっていうので、ちょっとね物をどう整理するか僕も今課題というか頑張ってるところで、例えば細かいところで言うとリモコンとかは実はこのキャスターのところとかに置いてたり、本当にね物を隠すスペースがなくて困るっていうので、あと引き続き調味料とかはこれに入れてたりとか、こっちを開くと書類ケースがあったり、あとここはキッチンなんですけども収納が一切ないので、ここに例えば文房具ケースとか、ハンコとかもろもろ筆記系を入れてます。ということで新居に引っ越してきたミニマリスト支部もよろしくお願いしますということで、人間ってこう住む場所によってそれこそ生活習慣とか人間関係とか変わるし、で有名な言葉でこうアイデアは移動距離に比例するみたいな言葉があるんですけど、僕本当になんか引っ越すたびに新しい仕事のアイデアとか、こうインテリアの新しいアイデアが思いつくから、なんかこう引っ越すたびに自分の仕事とかライフスタイルがどんどんこう研ぎ澄まされてる感覚があるので、やっぱりこう同じ家に住み続けるのではなくて、気に入った家であっても定期的に1年2年で引っ越すようにしてるので、定期的に引っ越しをするとその荷造りのタイミングで持ち物を見直すから物がたまりにくい体質になりますし、また来年も引っ越し動画見ていただけると嬉しいです。それと最後に、僕の今年の目標はもうひたすら視聴者さんの家の片付け動画を撮るってことなので、今回の家は結構フットワークが上がるような場所に住んでるので、もっと外に出かけてちょっと片付け動画たくさん撮ろうと思ってるので、引き続きミニマリスト支部の YouTube チャンネルをよろしくお願いしますということで、ではでは。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加すると、なんと無料でスマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個、 YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、インテリアの参考になるミニマリスト部屋の画像集など10個の特典を無料プレゼントしているので、概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。